さてと、今日はどんなモーション作ろっかな。こういうのも面白そうだな。お、変なモーションできた。物理ツールでいい感じにしようっと。なぜだ、キャシー、その場にいてくれ。というわけで今回は物理ツールで勝手にジャンプしてしまう問題に終止符を打ちたいと思います。これ物理ツールを使った時に本当によく見る現象ですよね。例えばこういう2回ジャンプモーションを作ったとします。これでぴょんぴょん飛んでくれたらいいなーって感じで物理ツールをオンにします。はい、大ジャンプですね。ご機嫌です。他にもモーキャップデータでも起こります。滑らかになってくれたらいいなーなんて思いながら押すとはい、華麗ですね。逆に良いですが直したいですよね。それではジャンプする原因は何なんでしょうか。それはズバリ地面に足がついてると判定されてないからです。じゃあ足がついてる判定はどうやってわかるのか。一つは物理ツールをオンに、またはここの足のアイコンをオンにした時に表示されるこの緑の丸、視点またはフルクラムポイントと呼ばれるこれです。地面についている時はこの視点が表示されます。もう一つは物理ツールをオンにした時に出るバーの色です。両足が地面についている判定の時は黄緑色、片足だけの時は黄色、どちらの足もついてない判定の時はオレンジ色に表示されます。システム的には両足に視点の判定がないイコールジャンプしていると考えるというわけですね。ではどういう時にジャンプしてしまうのでしょうか。視点が認識されずジャンプが起こる3パターンはこちら。1、両足が地面から離れている。2、両足がすごい速さでスライドしてる。3、前後と比べて1キーフレームしか両足がその場にとどまってないです。1番は分かりやすいですね。足が浮いている時です。2番は速い速度でスライドすること。一見すると移動距離で判定しているように見えますが、これは速度で判定しているようです。その証拠に足の移動距離は同じまま、このように速度をゆっくりにすると視点が認識されるようになります。速度が速いほど視点が認識されづらくなるんですね。3、前後と比べて1キーフレームしか両足がその場にとどまってない。これは特にこの真ん中のキーを見てもらえればわかるかと思います。一旦着地しているのに着地とみなされていない。これは1キーフレームしか足がその場にとどまっていないからです。システム的にはなんか一瞬だけ着地したっぽいけど、まあ誤差じゃね、気のせい気のせいと思うわけです。それじゃあ原因が分かったところで解決法を紹介していきましょう。はい、それぞれこのように対処する必要があります。1番と2番は視点と認識される範囲を広げて判定を緩くするやり方ですね。3番は単純にキーフレームを増やします。順番にやり方を見ていきましょう。ではまず1番と2番、視点と認識される判定を調整する方法。まずは足の地面についててほしい部分を全て選択します。次にタイムラインで地面についててほしい範囲を選択します。そしたらここを開きましょう。フルクラムポイントってとこです。この数値を上げるんですが、その前にここの四角をオンにしておきます。これをするとタイムラインの選択範囲内全てに今からする変更が適用されます。そしたらこの値を緑の丸が出るまで上げましょう。足が浮いているなら上の判定範囲を、足のスライドが速い場合は下の最大速度の値を上げます。はい、視点が認識されるようになりましたね。次は3番、1キーフレームしか足がとどまってない場合。これは単純にキーを増やすだけです。まずはタイムラインを範囲選択して、ここを開いたところにある足跡アイコンを押します。すると視点判定のために足りないキーを追加してくれます。ところどころキーが2つに増えてますね。ですがうまくいかない時もあるので、そんな時は手動で追加しましょう。シフトとマウスの中ボタンの同時押しからのドラッグでキーをコピーできます。
はい、視点が認識され、着地するようになりましたね。それでは解決法は以上。あなたのお悩みが解決できたなら幸いです。さて、ここからはおまけです。簡単ジャンプの作り方のダイジェストをお送りします。原理がわかれば、それを逆に利用してジャンプが作れるということです。というより、元から簡単にジャンプさせるために用意された仕様なのかもですね。というわけで、このようにモデルをスライドさせるだけでお手軽ジャンプが作れます。こちらはインビトウィンツールとの合わせ技、走り幅跳びを作ります。前半の走りをインビトウィンツールで、後半のジャンプを物理ツールで作ります。走る速度やジャンプの高さはフレームの間隔や移動距離で調節できます。ポーズはお好みで調整しましょう。組み合わせ次第でいろいろなモーションが作れますね。というわけで今回はここまで。それでは次回またね。